はい、哲也です。今日はね、米年次報告書、中国のジェノサイドを厳しく非難というテーマでお話してみたいと思います。今年1月、一応トランプ政権からバイデン政権へと政権交代が起こりましたね。その際、最も懸念されたのが対中姿勢の変化です。おそらくバイデン政権になれば前政権のトランプ政権とは異なり、中国に表向きはともかく裏では相当甘くなるのではないかと懸念されていたわけですね。しかし現状を見る限り必ずしもそうではないようです。特にアントニー・ブリンケン国務長官はこと人権問題に関しては、もう一回言いますね、こと人権問題に関しては前任者のポンペイオ兄貴、つまりマイク・ポンペイオ前国務長官の基本方針をしっかりと踏まえ、それを継承し対中強硬姿勢を崩していません。そのブリンケン国務長官が7月12日2021年度版の議会報告書、ジェノサイドと残虐行為防止に関する報告書を発表し、中国を名指しで厳しく指弾しました。僕はこの情報を主にこの記事から得たので、今日はこの記事内容をベースにお話ししたいと思います。この報告書はエリ・ウィーゼルジェノサイド及び残虐行為防止法に従って米国で毎年作成されるものです。この法律は2018年にトランプ政権下で強力な超党派の支持を得て採択されました。超党派ですよ。つまり民主党も共和党も賛成して採択されたってことですね。この法律では残虐行為の防止とそれへの対応は米国の国家安全保障上の重大な問題であると規定されています。米国務省は7月12日に発表したこの2021年度版のジェノサイド及び残虐行為防止に関する報告書の中で、中国極西に位置する新疆ウイグル自治区で現在進行中の中国政府によるジェノサイドと人道に対する犯罪について厳しく指摘しました。同報告書は中国についてイスラム教徒であるウイグル人や新疆の他の民族的宗教的少数派の人々に対するジェノサイドと人道に対する罪を犯す特に懸念される国と名指しで厳しく指摘したんですね。人道に対する罪とは投獄、拷問、強制不妊手術、その他の迫害を指しています。また今年の報告書は初めてビルマ、エチオピア、中国、シリアなどジェノサイドが発生した6カ国を詳細に取り上げました。紛争安定化作戦司令室のロバート・フォーチャー補佐官代理は7月12日の記者会見で次のように述べました。私たちはこうした活動にスポットライトを当てることが重要だと信じている。これは将来こうした事態が再び起こるのを防ぐ最善の策の一つになる。そしてこの報告書は我々が止めたいと思っている悪辣な行為にスポットライトを当てているとね。この報告書には米国は輸出管理、ビザ制限、制裁を通じて犯罪を防止するための措置を講じたことも紹介されています。2020年7月、トランプ政権の時代なんですけども、新疆ウイグル自治区で起きている、深刻な人権侵害に関連して2つの政府機関と6人の現役またはすでに退官した政府高官が制裁を受けました。2021年3月には、これバイデン政権ですけども、米国、EU つまり欧州連合、英国、カナダの制裁リストに別の2人の当局者も追加されました。米国はさらにウイグル人やその他のイスラム教徒の少数民族に対する犯罪に責任があるまたは加担していると考えられる中国の当局者に追加のビザ制限を課しました。結構アメリカはね、厳しい対応をしていますよね。今回の報告書は米国が新疆ウイグル自治区での強制労働で生産された6種類の商品の輸入を禁止したことが記載されています。これには当然いわゆる新疆麺やトマトなどが含まれています。
さらに人権侵害に関与した中国企業24団体が商務省のブラックリストに追加され、特定の品目の輸出再輸出等に関しては特別なライセンスが必要となりました。ブリンケン国務長官は7月12日、今回の報告書の発表を受けて次のように述べました。我々は外交対外援助実態調査、金融的手段の活用、そして今回のような報告書など使えるあらゆるツールを駆使して国際社会での認識を高めるとともに、結束した国際的な圧力と対応を生み出すことができるとね。7月7日、ブリンケン国務長官はあるウイグル人グループとオンライン会議の機会を設けました。そして彼らから直接新疆ウイグル自治区で現在進行中の残虐行為に関する話を聴取したんですね。僕はこのブリンケン国務長官の人権問題への取り組みには極めて真摯なものを感じますし、その限りではね、高く評価できると思っていますよ。ここで例によってね、公平を期すために中国側の言い分も紹介してみたいと思います。中国側は主流の漢民族と他の民族との圧力を防止するための措置は取っているけれども、ウイグルその他の少数民族へのジェノサイドを含めて一切の人権侵害や迫害を否定しています。100万人以上のウイグル人が強制収容所に収容されていることについても、中国共産党政権はこれを職業訓練学校と主張し、もう一度言いますね、職業訓練学校と主張し、長い間国際的な第三者機関による調査団の受け入れを断固拒否し続けています。例によってね、内政干渉はするなと言ってね、僕の率直な感想を言わせてもらえば、強制的に収容する学校って一体何なんだよって思いますよね。またジェノサイドや人道に関する罪を犯していないというならば、国際的な第三者機関による調査団をさっさと受け入れるべきではないでしょうか。人権問題は内政問題だから口出しするなで片付けられるような問題ではなく、人類全体の人権問題ですからね、重要ですよね。その問題への指摘は内政干渉という言葉にはそぐわないのではないでしょうか。いずれにしても米国はいかにバイデン政権といえどもこと人権問題に関してはトランプ政権時代とほとんど変わらないスタンスを維持しようとしているように見えます。さて、翻って我が日本の政治はどうでしょうか。先日もね、日本の国会はなんと人権問題に関して対中非難決議をどうしたと思います？見送っちゃったんですよ。しなかったんですね。どう思います？僕はちょっとね、残念でしたよね。この点に関してね、永尾隆衆議院議員、僕は非常に尊敬してるんですね。大阪出身の議員だと思いますけれどもね、よく頑張る議員ですよね。永尾隆衆院議員は次のように述べています。日本の国会が中国の人権問題に強い意志を示さなかったことは忸怩たる思いだ。この程度の決議ができないと国会議員をしている資格はない。強い覚悟を持ち、次は必ず採択したいとね。当然のことですよね。そう思いません？当然じゃないでしょうか。日本のね、国会議員は何のためにね、あんな多額のね、議員報酬をもらってるんでしょうね。年間3000万ぐらいじゃなかったですか、いろいろ合わせるとね。その3000万もの、議員報酬、歳費とかいろいろ言うそうですけれどもね、そういった議員報酬をもらっているわけですよ。ね。なのにね、法律を作るのが仕事なのに、国会議員の仕事って法律を作ることなんですよ。でも議員立法はほとんど出さないし、こんなね、非難決議さえも出せないなんて、あまりにもね、情けなくないでしょうか。中国にね、気を使うのが大人の対応だと言ってる人もいるようですけどね、よく日本人言うんですよ。大人の対応という言葉をね、便利な言葉ですよ。でもこれ結局ね、負け犬の遠吠えみたいな話じゃないですか。国家間の関係でもね、個人の関係でもそうなんですけども、ダメなものはダメだとしてしっかり言える存在にならなければ、
相手からは尊敬されないどころか、完全に舐められ、見下されるだけじゃないでしょうか。我々が怖いから、あるいは我々から甘い汁を吸いたいから、日本は媚びを売ってるんだなって思われちゃいますよ。違いますか？まあいいやね、とにもかくにも日本の政治家にはこれからもっとね、しっかりしてもらいたいですよね。あなたはどうお考えでしょうか？ではまた。Good luck。目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。